キヤノン、カメラの巨人として知られるこの会社が今、半導体露光装置の世界で静かな革命を起こしています。ナノインプリント露光装置 EUV のコスト1、10 ASML1 強の露光装置市場に挑む唯一の日本企業です。もしこの技術が成功すれば、半導体製造の経済が変わります。本動画ではキヤノンの全貌を5分で解き明かします。キヤノンの創業は1937年。前身は世紀工学研究所。国産カメラを作るという志から全ては始まりました。1970年代、光学技術を応用し半導体露光装置に参入。1980年代にはニコンと共に世界市場を席巻しました。しかし2000年代、ASML が液晶技術で覇権を奪取。キヤノンの先端露光シェアは事実上ゼロまで後退します。ここで普通なら撤退ですが、キヤノンは別の道を選びました。2014年、米モレキュラーインプリンツを買収。光ではなく片押しで回路を刻む NIL 技術を取り込みました。10年の地道な開発を経て、2023年に商用機を発表。FPA1200NZ にし、5ナノメートル相当の解像度を実証しています。敗者復活戦としては世界でも異例の長期戦略です。現在のキヤノンの売上は約 4.2 兆円規模、営業利益は約4500億円、利益率は約 10% です。事業は4本柱、プリンティング、イメージング、メディカル、産業機器。売上構成ではプリンティングが約半分を占めています。半導体露光装置を含む産業機器は売上の約 10%、金額では4000億円規模。決して小さくない数字です。露光装置の世界シェアは台数ベースで約 30%、ただし金額ベースでは数%、先端機を持たないためです。主力は成熟ノード向けクルエフとアイセン。利益率は安定しています。 NIL が立ち上がれば金額シェアは一気に化ける可能性があります。減収減益のリスクを抱えながら未来にかけている構図です。現在のキヤノンはニッチ防衛と先端挑戦の二刀流です。キヤノンの周辺にある業界構造を見ていきます。顧客はメモリメーカーが中心、難度量産で多用されます。キオクシア、マイクロン、SK ハイニックスが主要顧客です。競合はオランダの ASML と同じ日本のニコン。ASML は時価総額40兆円超、EUV 市場を独占しています。対するキヤノンの時価総額は約5兆円、規模差は8倍。正面衝突ではなく別ルートで攻める戦略です。材料供給は信越化学や JSR など日本勢が支えています。 NIL は米国輸出規制の対象外、中国にも販売可能です。 EUV を買えない中国メーカーには唯一の選択肢になり得ます。もし ASML が供給をやめれば世界の先端製造は停止します。その時 NIL は代替インフラとして再評価されるはずです。今後の見通しを業界データから見ていきます。露光装置市場は2030年に6兆円規模へ拡大する見込み。 AI 半導体と HBM 需要が装置投資を押し上げます。キヤノンは NIL で2030年に売上1000億円を目標。メモリ向けから始まりロジック展開を狙います。課題は欠陥密度。 NIL は粒子レベルの正常度が必要です。うどまりが商用ラインで安定するかが分岐点になります。成功すれば ASML の牙城に風穴を開ける一手、失敗すれば長年の投資が報われない可能性もあります。 EUV を正当進化と見るか NIL を破壊的代替と見るか、業界の見方は今静かに二分しています。キヤノンの賭けが実るかは2026年以降の量産実績次第です。毎週土曜テックインフラ企業を1社ずつ深掘りしています。面白かったらいいねとチャンネル登録をお願いします。サブストレートウィークリー、また来週。